皆さん、こんにちは。矢吹基礎デッサン講座の藪下です。中級編第4回目でコーヒーカップを書いたのですが、コーヒーカップの取っ手の形の書き方の説明が言葉足らずだったように思いますから、改めて初級編第21回目としてステンレスカップを書いて、その中で説明をしたいと思います。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。ステンカップは円柱形部分と取っ手部分で成り立っています。円柱形部分は一点透視図法の考え方を適用します。時々基本形態に戻ってきて確認をするのも大切かと思います。また、キラッと光ったハイライトや少し鈍い明るさの胴体部分の微妙な明暗変化をしっかり観察したいと思います。ステンカップはこれですが、書き出す前にステンカップを手に取りよく観察します。いろいろな角度から形や縦、横の長さの比率、断面形状、色や重さなどを十分に確かめてください。特にステンレス素材の厚みを確認しておきます。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。また、初級編第9回でステンレスボールのデッサンをしていますから参考にしてください。画用紙は安切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 2H から 4B までの濃さの鉛筆を使いました。また、鉛筆の濃さは鉛筆ホルダーに表示していますから参考にしてください。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。また、制作時間は2時間30分でした。この動画を最後まで見て、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などをぜひ参考にしてください。動画を見て、なるほど、そうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それでは、ステンレスカップのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。いつものようにモチーフと画用紙の縁までの距離が同じにならないように、また影のできる側と下側の空間を広く取るなど、全体のバランスを考えて当たりを取っていきます。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く書いてください。取っ手部分も見た目の印象で大まかに当たりを取ります。形を描いていきますが、カップの縦横の長さの比率と飲み口の楕円の縦横の長さの比率を測り棒を使って確かめます。ステンカップの飲み口の横幅を決め、中心線を描きます。中心線から左右の長さが同じになるように注意します。飲み口の楕円の高さを決め、楕円の高さ方向の中心線を描きます。左右上下の4つの起点から丸め、間をつなぐようにして楕円を描きます。飲み口のコロンとした丸みの幅を描いておきます。飲み口の丸みの高さを描いておきます。カップの幅を決めます。カップの底の位置を決め、一点透視図法の約束に従って楕円を描いていきます。
取っ手を書いていきます。取っ手とカップの接続部分の左右の線はカップの右側面のアウトラインと平行に書きます。また接続部分の上下の線は近くにある楕円の傾きに合わせておきます。取っ手の形を描くときは金属部分の形を見ると同時に何もないこの部分の隙間の形を見ることで形が分かりやすくなります。この図のようにマスキングテープを貼って飲み口の楕円の高さと同じ位置、取っ手の一番高い部分、取っ手の一番出っ張っている部分、取っ手の中心線などに印をつけておくと分かりやすくなります。また中心線に対して直角のこれらの線の見かけ上の傾きは明暗を書くときの線の方向にもなります。取っ手の接合部分の位置を少し右にずらしています。取っ手のステンレスの厚みも書いておきます。接合部分の丸い形はこのように変形した四角形に内接していると考えて楕円を描くと自然な形に描けます。これで形は完成です。濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くし、消しゴムや練りゴムの消しカスを跳ねぼうきで払っておきます。台紙状にできる影も大まかに当たりを取っておきます。明暗を描いていきます。最初にどこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。次にモチーフの暗い部分、明るい部分を確認します。曲面に沿った線を使ってカップの胴体部分から書き出しています。HB の鉛筆を使っています。胴体部分はステンレスが鈍く光っていて明暗が少し分かりづらいですが、紙コップの明暗変化を念頭に置いて立体感が出るように鉛筆を動かします。内側はかなり暗いので 2B の鉛筆で書き出しています。取っ手部分もマスキングテープを貼って説明したように中心線に対して直角に交わる線の見かけ上の傾きの線で書いていきます。画用紙を横にして飲み口や底の楕円と平行な横断面方向の線を描いていきます。内側の暗さも横方向の線を使って描いています。この段階でも胴体部分の手前の明るさと内側の暗さの対比に注意して描いていきます。映り込みによる暗さも描きながら胴体部分の鈍いステンレスの明暗変化を描いていきます。取っ手部分は濃い映り込みが割とはっきり見えるのでそこを少し強調的に描いています。この映り込みの表現がステンレスの質感表現につながります。飲み口の丸みも濃い映り込みがありますから遅れないように描いておきます。
形に変化がある部分は写り込みにも変化が反映されますし、それがモチーフの材質感を表す重要な部分になることが多いです。胴体部分に映る取っ手を描いています。こういう写り込みも質感表現の大切な要素になります。台紙状の影も接地面付近を中心に水平方向の線を多用して描いていきます。写り込みや明暗のつながりによって斜め方向の線も使います。内側はかなり暗いですが、徐々に移り変わる明暗変化にも金属らしい縦の帯状の変化が見られます。暗いですから 3B、4B の鉛筆も使っていきます。この部分が一番手前にあり、面の境目の両線でもありますから、かなり暗い部分が見えています。その暗さや映り込みの暗さをしっかり描いておきます。この部分は胴体部分に膨らみの段差があり、上向きの面ですが、暗い映り込みがあり、明暗に変化があります。映り込みや明暗のつながりに沿って斜め方向の線も使いながら胴体部分を描いていきます。全体に台紙の白さが映り込んでいて明暗変化が見づらいですが、紙コップの明暗変化を基本的な明暗変化と考えて描いていきます。大まかな明暗は目を細めてみるとよくわかりますから、目を細めて明暗を検討してください。また全体が同じ完成度になるように描いていきます。カップの内側の明暗を描いています。基本的にカップの内側の面は上を向いている面との境目のこの部分が一番暗く、底の方は光が届いていて乱反射があり、ぼーっと明るくなっているように見えます。また右と左で明暗に差がありますが、紙コップのように分かりやすい明暗差ではなく、カップ左側の暗い影が他の部分に映り込んでいて、かなり全体として暗く見えます。またそれらの映り込みによってできる帯状の明暗も見えます。内側の影の部分ですから殺筆を使って発色を鈍く押さえておきます。ここでは鉛筆を動かしたのと同じ方向で殺筆を動かしています。また台紙状の影の部分も殺筆を使って発色を押さえています。明快に映り込んでいるのはこの取っ手だけです。
一様な暗さではなく、明暗に随分と変化がありますから、しっかり観察します。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いてみることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。内側の暗さや色の濃い映り込みを書くことで、相対的に胴体部分が弱くなってきたので書き込みを強めます。形に沿ったタッチや明暗の方向に沿うタッチを使ってデッサンを続けます。胴体部分の円柱形の丸みをいつも意識しながら、映り込みによる明暗もどんどん描いていきます。斜め方向の線も形に沿う曲線であれば使っても大丈夫です。向こう側に回り込む輪郭線付近は強くならないように注意します。2H の鉛筆を使っています。書く部分に応じて鉛筆の濃さを使い分けていきます。この部分も向こう側に回り込む曲面ですから強くならないようにします。取っ手部分の小さな形による明暗変化も見逃さないように観察します。ハイライトから暗い部分まで割と分かりやすい大きな明暗変化がありますから、金属の質感表現には見落とせない部分です。左右の向こう側に回り込む輪郭線付近の明暗を練りゴムを使って少し明るく弱くしたり、 H 系の鉛筆を使って書き込んでいます。左側の部分は明るいですから明暗変化が微妙ですが、背景に暗い色のものを置くと割と観察しやすいです。練りゴムを使ってハイライトやぼーっと明るくなっている部分を明るくしていきます。特にハイライトと暗い部分のコントラストで金属の質感表現ができますから、ハイライトはしっかり白く抜いてください。飲み口の丸みのある部分を描いています。小さな部分ですが、上を向いている明るい面、正面の色の濃い映り込みのある面、下向きの反射光の面があります。色の濃い映り込みも同じ暗さではなく、場所によって強弱、濃淡の変化があります。この部分も小さな部分ですが、取っ手とともに金属表現には欠かせない重要な部分です。形を表す半円の線も書き加えています。この部分は台紙状の影が映り込んでかなり暗くなっています。4B の鉛筆を使って内側をもう一段暗くしています。形に沿う線や明暗のつながりに沿う斜め方向の曲線も使っています。
カップ内部の影の暗さの映り込みなどがあり、帯状の明暗変化ができていますから、そういう部分も描いていきます。カップの胴体部分に戻ってきて書き込みを続けます。円柱形の丸みに注意を払いながら、微妙な明暗変化や映り込みによる色味の違いを書いていきます。相対的に台紙上の影が弱くなったので、接地面の影の濃さを中心にもう一段強くします。同じ暗さなら手前を強く濃く、奥を弱く薄く描くことで手前と奥の距離感を表現します。また台紙の平面的な広がりも表現します。筆筆を鉛筆と同じ方向に使って発色を鈍くし、練りゴムを使って影の周辺部分を弱めておきます。練りゴムを使ってハイライトをもう一度白く抜き直しています。練りゴムを使った部分の形を整えながら書き込みを続けます。細部をより強調的に書き込んだり、全体の明暗を整えたり、細部から全体へ、全体から細部へと目線と意識を往復させながら最後の調整を続けます。
そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？今回のモチーフはステンレスカップ一つですから、さらっと描けるかと思ったのですが、なかなかそうはいかないものですね。楕円の形は単純ですが、少しでも狂うと何か違和感があり、気の抜けない形です。自分で描いていて、ちょっとでも形がおかしいかなと思うときは、他の人が見れば 100% おかしいです。明暗変化もコントラストの明瞭な部分は描きやすいのですが、胴体部分は白い台紙が映り込んでいて、微妙な明暗変化に気をつけなければならない部分でした。それでは今回の要点をまとめます。1、楕円は一点透視図法の約束を守って書く。2、胴体部分の明暗は基本形態である円柱形の明暗を適用する。3、小さな部分の明暗変化を見逃さないようにする。飲み口や取っ手のような小さな部分の形の変化による明暗変化や映り込みは材質感を表す特徴的な要素なので見逃さないようにします。4、キラッと光ったハイライトや明るい部分の表現はその近くにある暗い部分とのコントラストを強めることで表現する。このキラッと光ったハイライトの表現が金属の質感表現につながります。はい、皆さんお疲れ様でした。ステンレスカップのデッサンの説明は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。